皆さんこんにちは。映像クリエイターのしゅんです。今年もですね、あっという間に1年経っちゃいましたね。まずはですね、いつも動画を見てくださっている皆さん、本当にいつもありがとうございます。皆さんはですね、どんな1年になりましたでしょうか。僕はですね、おかげさまで今年はですね、本当にいろんなプロジェクトであったりとか映像制作にチャレンジできた1年でもありですね、また、同じですね業界で働いている映像クリエイターの方々、県内が問わずですね、いろんな方とちょっとお会いしたりしてですね、僕にとってはすごく横のつながりが広がった良い1年だったなと思っています。はい、その話はさておきですね、今回はですね2024年を振り返ってみてですね、僕が実際に使ってみてこれめちゃくちゃ導入してよかったなって思っている機材がですねいくつかございますので、今回はその中から8個ですね厳選してですねご紹介していけたらなと思っております。特にですねビデオグラファースタイルでですね日頃活動されている方向けにですねいろんなジャンルの機材から選んでみました。これから機材をですね買おうと思っている方はもちろんなんですけれども、クリエイターとしてもう一段階レベルアップしたいな、表現の幅広げたいなって思っている方であったりとか、あとは映像制作に興味があるなっていう方もですねきっと参考になるかなと思っております。最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきたいと思います。はい、ではまず1つ目になります。最初にご紹介したいのがですねこちらになります。はい、シンコさんの Xtalk X Pro というインカムになります。これですね、今年の撮影現場の効率を本当に上げてくれた機材になりました。普通ですね現場で使うインカムってですねめちゃくちゃ高くて、僕今まではワンマンというかワンオペで制作すること多かったんですけど、今年はですね結構チームで活動することが多かったのでインカム必要だなと思っていたんですけれども、めちゃくちゃ高いっていうところでですねなかなか手が出せなかったんですけど、これはですねインカム5個セットでですねだいたい8万円ぐらいでめちゃくちゃコスパがいいインカムになります。特にすごいなって思ったのがですねコスパだけじゃなくてですね通信範囲がですね 500m もあるところでですね広い現場であったりとかイベント会場とかでもですね問題なく実際使えちゃいました。あとはですね AI ノイズキャンセリングの機能がですね、前作 Xtalk よりもですねさらに進化していたので、うるさい環境、風とかですね工事音とかそういった環境でもですね結構クリアな音がですね聞こえるような形になっていました。お値段が結構低いので、ちゃんと使えるのかっていう心配はあったんですけど、しっかり機能充実していて全然現場でも問題なく使えました。こういった形でインカムございまして、ここに電源スイッチがあるんですけど、ここで電源入れてもらって、親機と電源を入れただけで自動でシンクロするっていう形ですね。でつけてもらって、ここ、普通の、よくあるホリランドさんのインカムとかと一緒なんですけど、ここを下に下ろしたら、マイクのスイッチがオンになるっていう形ですね。これで喋れるっていう形なんですけど、本当ねシンコさんでいくと前作の Xtalk X ですねプロじゃないやつに関しては結構ここの部分がきつくてですね長い時間つけちゃうとこめかみがめちゃくちゃ痛いみたいな、そういったこともあったんですけど、そこら辺も改善されておりますし、通信範囲もかなり広くなっているので、本当にしんこさんの改善してほしいところを全部改善してくれたなっていうようなそんなインカムになっていました。しんこさんのインカムはですね本当に導入してよかったなと思っている商品の一つになります。やっぱですねインカム今年いろいろ使ってみて、やっぱ最初に感じたのはカメラマン同士ディレクターとカメラマン間のですねコミュニケーションが本当にスムーズになりました。前だとですね例えばスタッフ離れていたりするとですねわざわざ歩いて指示出しに行ったりですね電話したりとかしなきゃいけなかったんですけど、当たり前なんですけどインカムがあることによってだいぶ現場の作業効率っていうのが上がると思います。特にですね今ワンオペでされている方、これからちょっとチームで撮影する機会が多くなる方がいらっしゃるかなと思うんですけれども、最初のエントリーモデルとしてですねこのしんこさんの、Xtalk X Pro とか買っていただけたらですねそんなにコスト費用もですねかからないですし、低コストで現場にですね導入できる形になるので、本当にこのしんこさんのインカムおすすめの商品になっています。正直そうですねこの8万円でこれだけの機能がついてるっていうのが何よりびっくりしてまして、実際使ってても、もうちょっとここ良かったらなみたいな、なんですかね不便さっていうのはもうほとんどないというか、
全く見つからないっていう状況です。はい、これが1つ目 Xtok X Pro になりました。はい、続いて2つ目になります。2つ目はですね、こちらになります。インスタ360の Go3S になります。こちらですね、インスタ360さんのですね商品、今年初めて買ったんですけれども、360度カメラとか有名だと思うんですけど、こちらがですねこう世界最小のアクションカムっていうところで、ここの部分が取り外せて、この形で撮影できるようになっています。で、こんなにちっちゃいのにですね 4K 対応のですね高画質の映像が撮れちゃいます。で、これどういう使い方してるかっていうと、日常的なこう撮影とか Vlog 形式ですね、ここにこうマグネットでつけれてですね、こう撮影 POV の撮影ができたりですね、あとはこう何ですかね、こんぐらいちっちゃいカメラじゃないと入らないこう狭い場所のこう撮影であったりとか、上からの撮影であったりとか、そういったなんかこう普通の一眼レフじゃ撮れないようなですねアングルからの撮影っていうのが、このインスタ360でできます。でですね、こちらノイズもですね前作よりもだいぶ少なくなっていて、しっかりディテールも綺麗に映るので、本当になんか小型カメラのこう限界を超えてきたなっていうような印象を持ったカメラになります。こちらですね、付属でマグネットのですねアクセサリーついてまして、ここですね、ここがこういう形でひっつくようになっているので、例えばこれをこう首から下げてもらって服の中にこういった形で入れてもらえれば、ここにこういう形でひっつくっていうような形ですね。本当これちっちゃいので全然邪魔にならないですし、僕実際今年はですね、登山行った時にですね、こちら Go3S をですね常にここにつけて撮影してたんですけれども、手ぶれもないですし、めちゃくちゃ綺麗な映像、ここからの視点の映像って、両手塞がっちゃうと、登山とか特に両手使えないんでですね、撮影に。だから本当にそういった時に役立ったカメラになります。でですね、音とか映像自体もやっぱり前作よりですね Go3S かなり改善されているので、この小ささでこんな綺麗な映像が撮れるのかっていうところ、そこが一番驚いたポイントになります。こちらが2つ目、インスタ360さんの Go3S になります。はい、続いて3つ目になるんですけども、3つ目がですねこちらになります。よいしょ。はい、こちらになります。グテックのですねトータス T300 っていうハードケースになります。これですね、いわゆるカメラ機材を保護するためのハードケースになるんですけれども、現場で機材保護についてどうしようかなって考えた結果ですね、今年はハードケースを買おうっていう風になりましてですね、こちらの機材導入しました。こちら IP67 っていうですね防水防塵性能っていうのがあって、過酷な現場とかですねでもですね耐えられるですね、もう水も入らない、ホコリも入らないっていう大切な機材をしっかり守ってくれるハードケースになります。砂ぼこりとか土ぼこりが飛んでくるですねアウトドアな撮影現場とか、突然雨が降ってもですねこのハードケースだと全く心配いらないような形になります。こちらグテックさんの商品になりまして、照明機材でおなじみのナンライトさんですね、こちらナンライトさんがですね作られている機材になります。でやっぱ今年ですね、僕自身結構飛行機とかでですね機材を運ぶことっていうのが増えてですね、このケースを使う前はですねずっとカメラバッグで移動してたんですけど、カメラバッグリュックとかだとですねどうしてもやっぱ機材壊れちゃうんじゃないかっていうですね不安があったんですけど、このハードケースを導入することでその不安がですねめちゃくちゃ減りました。でですね、この中の構造もしっかり工夫されておりまして、こちらの部分ですね、ちょっと見えるかわかんないですけど、ウレタンフォームですね、これウレタンフォームで自分の機材の形に合わせてですねカットしてですね、こういった形で組み合わせもできます。カメラとかレンズとかマイクとかケーブル類をですねぴったりはめ込めるような形で僕もカットさせてもらってます。このディバイダーがあることで移動中に機材がぶつかったりするっていう心配がないような形です。でですね、これグテックさんいいなと思ったのが、この上の部分ですね、ここにもですねこういった形でチャック、ございまして、こちらにケーブル類であったりとか、ちっちゃいリグ関係のものとかをですね入れるようにしています。でですね、これハードケースってこれもめちゃくちゃ高くてですね、だいたいやっぱ10万円弱ぐらいする機材多いんですけど、このグテックさんのトータス T300 に関してはですね5万円以下で買えちゃうハードケースなのにですね、かかわらず
こういったしっかり機材を守ってくれる強い性能があるっていうところで、本当にコスパ最強のハードケースだなというふうに感じています。本当になんかこちらに関してもさっきのインカムと同様ですね、初めてこうハードケース買いたいなと思っている方に関してはですね、ぜひおすすめしたい商品になっているんじゃないかなと思いますですね。先日こちらレビュー動画上げてたんですけれども、そしたらナンライトさんの方がですね、たまたま僕の動画見つけてくれてですね、こう連絡をいただいて直接こうやり取りする機会があったんで、今現状ですね30リッターがですね容量的には一番大きい大きさになってるんですけど、もうちょっと大きいサイズもですねちょっと出してほしいなっていうところにちょっとご要望はしてみました。ちょっと今後どうなるか分かんないんですけど、来年以降のですねグテックさんにもめちゃくちゃ期待したいなと思っております。こちらの商品が3つ目、グテックのトータス T300 になります。続いてはですねこちらですね。このケース見たら皆さんわかるかなと思うんですけど、 DJI のですね Osmo Pocket 3になります。こちらもですね今年導入して結構感動したカメラの一つになります。こちらになるんですけども、こちらのカメラですね1インチセンサーを搭載しているにもかかわらず、こういった形でめちゃくちゃコンパクトになっています。でも持ち運びもこのケース一つでしやすくてですね、どこでも結構綺麗に高画質にですね撮影ができます。でですね、こちら DJI さんっていうこともあってですね、手ブレ補正機能ですね、こういったジンバル機能がついているので、そこら辺の手ブレ補正関係もですねすごく優秀ですし、何より1インチセンサーっていうところで画質もですねかなり前作よりも進化していて、Vlog 撮影とかはもちろんなんですけど、こう日常の記録であったりとかですね、そういった時にもですねこのカメラが今のところベストカメラなんじゃないかなと思っています。やっぱ昔 Osmo Pocket 2使ってたことあったんですけれども、その時と比べたらですねだいぶ本当画質の面ですね良くなっていて、明暗差が激しい場面とかこう夜間撮影とかでですね結構ノイズ乗っちゃってたんですけど、このカメラだとだいぶそこの部分が改善されていて、ノイズがかなり少なくてめちゃくちゃ綺麗な映像が撮れるようになっています。で性能面でいくと 4K120fps のですね高解像度の動画も撮れますので、スローモーション映像っていうのもしっかり綺麗に収めることができます。でクリエイターズコンボだったかな、そういったコンボにすればですねこういった DJI マイク2もですねついてきてですね、これが自動でBluetooth で接続されるような形になっているので、本当にこういわゆる Vlog、しゃべる形式のですね Vlog 動画とかもですね簡単に撮れちゃいます。今年僕の周りのクリエイターもみんなですねポケット3買ってまして、本当に何ですかね、多分今年かなり売れた商品の一つなんじゃないかなと個人的には思ってます。皆さんも買われた方多いんじゃないかなと思っています。こう街中とか旅行先でブラッとやっぱ撮影できるっていうのはこのカメラの強みなので、カメラ取り出してこう撮影するのがですね結構一手間いるというか重たいんですけど、このカメラだとこれ取り出して一つでこれでもう撮影できちゃうので、本当に直感的な UI ですね、もうシンプルな設計とですねそれで撮れるこのコンパクトさですね、そこのおかげでですね初心者の方でもですね迷わず使えるおすすめの商品になっています。これでまた何ですかね、撮影のハードルというか撮影の自由度っていうのもですね一つぐんと上がった商品になったんじゃないかなと思います。こちらが4つ目かな、 Osmo Pocket 3になります。次になるんですけども、次はですねこちらになります。ソニーさんの、1635の GM2 のレンズになります。これがですねやっぱ今年の撮影機材をですねどんどんこうレンズとかアップグレードする中でですね特に印象に残っているレンズになります。でこれ前回の GM そのモデルからですね大幅にやっぱ進化していて、特にコンパクトかつ軽くなっているのが印象的ですね。長時間の撮影もだいぶこのカメラで楽になりました。でやっぱ広角から高標準域までカバーできる 16mm から 35mm っていう部分のですね焦点距離がですねこれがめちゃくちゃ良くて、やっぱ風景撮影ももちろんなんですけれどもポートレートとか、Vlog であったりとか、縦型撮影ですね、そういったところもですねほんと幅広く使えるレンズだなと思いました。ですねやっぱ何よりこう GM っていうところで解像度が本当にめちゃくちゃいいのと、オートフォーカスと手ブレ補正の性能がですね言わずもがなめちゃくちゃ良いですね。僕 FX3 使っているので、そこの部分との相性も非常に良いですし、こうなんか機材全体の
ですねバランスというか、この1635を導入してからですね、だいぶこう撮影の表現の幅というかもう広がって安定して撮影できるようになったなと思っています。でですね、結構こう 16mm とかって、普通だとこう広角側で出やすいこう周辺部の歪みとかですね、色のにじみとか、そういったところもですねこの GM2 はめちゃくちゃ抑えられています。そういった風景撮影ですね、写真のスチールの撮影でもですね、こう画面の隅々までですねしっかりディティール残してくれるので、このレンズの実力がですね最大限に発揮されてるなというふうに思いました。でですね、特にですね今年僕これ導入してよかったなと思っている一つがですね、このレンズ使っての縦型撮影ですね、そこがですねめちゃくちゃ相性いいなと思っていて、縦型動画って今まで僕撮る機会あんまりなかったんですけど、今年は、例えば SNS 向けの動画制作とかショートムービーとかでですね結構縦型撮る機会増えたんですけれども、広角レンズならではのですねこうユニークな構図っていうのがですねしっかり撮れるので、縦型との相性がすごくいいなと思ったレンズになります。やっぱ縦型ってこう縦で制約されてですね結構狭い室内の中とかでも撮影しづらいとかよくあったんですけども、こいつのおかげでですねだいぶこうなんですかね空間を広く使えるようになったというか、そういった映像がしっかり撮れるようになりました。はい、こちらが僕が今年買ってよかったなと思っているレンズですね、1635の GM2 になります。はい、続きましてこちらになります。はい、今ここに使っているマイクなんですけれども、ホリーランドさんのラークマックスですね、ワイヤレスマイクになります。こちらもですね音声の質をこう劇的に向上させてくれる機材になります。はい、こちらになるんですけれども、こちらですね24ビットの収録ができるワイヤレスマイクになります。24ビットっていうところもあってですね、かなり音質が綺麗に収録できるマイクになります。インタビュー撮影であったりとかこう YouTube 撮影とかですね、そういった時にですね音をしっかり取ってくれるようなワイヤレスマイク、活躍してくれるようなワイヤレスマイクになります。最近だとやっぱ24ビットの収録対応しているワイヤレスマイク増えてきてるんですけども、従来はですねやっぱ16ビットっていう収録が多かったのに比べてですね、こいつが出てくれたおかげでですねだいぶこうなんですかね手頃に使えるワイヤレスマイクで24ビットっていうマイクが出てくれたおかげで、一つ手軽に綺麗にですねクリアな音質が取れるっていうところでですね選ばせていただきました。今で言うとさっきちょっとご紹介した DJI マイク2とかですね、いろいろこうビギナーのクリエイターの方がですね買えるような手軽なワイヤレスマイクって出てきてるんですけども、その中でもですねホーリーランドのラークマックスはかなり安いマイクになります。こちら、ブラックフライデーで買ったんですけども1万円ぐらい安くなっていて、だいたい3万円ぐらいで購入しました。でも本当に3万円でこの24ビットかつ、バッテリーも最大7時間ぐらい持ちますし、充電ケース使えば20時間以上使えちゃうっていう。でこのコンパクトさでしかもめちゃくちゃ軽いので、旅行であったりとかロケ先のインタビュー撮影とかにもですねめちゃくちゃ活躍してくれるですね、そんなワイヤレスマイクになりました。こちらが僕が今年選ばせていただいたワイヤレスマイク、ホーリーランドさんのラークマックスになります。続きましてこちらになります。ソニーさんの ECM M1 になりますね。こちらがですね、特に Vlog 撮影であったりとかこう密着系のドキュメンタリーの現場でですね大活躍してくれたマイクになります。こちらワイヤレスの外部マイクになるんですけれども、ソニーのですね、対応しているカメラのホットシューにですねつければですね、こちらケーブルなしで接続できるような形になります。でこちらの一番の特徴はですねこう指向性を自由に変えられる機能ですね。プラスアルファこう最大4チャンネルの同時収録が可能っていうですねマイクになります。だいぶですねこの4チャンネル収録と指向性が変えられるっていうところでですね撮影時にですね柔軟にこう使えるガンマイクだなというところで挙げさせていただきました。じゃあ24ビットで収録も可能になります。なので比較的綺麗な音をですねこのマイクでこの小さいマイクで撮影できるっていうのも一つ魅力だと思います。やっぱりこう映像クリエイターとかビデオグラファースタイルで撮ってる時にですねこう密着系のドキュメンタリーとか、撮る場合はですね結構その場の空気感臨場感プラスですね喋る相手のですねこうクリアな音質っていうのを両立させないといけないんですけど、こちら4チャンネル収録でですね
指向性 A 指向性、例えば A 指向性とかにした上で別のチャンネルで周辺の音をですね取ってくれるみたいな形で、こう現場の空気感とあとは相手の声をですね分けてですねこう収録してくれるっていうような、そんなガンマイクになります。あとはですね、1人じゃなくてこう複数に話すとかですね、現場によってこう指向性っていうのをその場で簡単に切り替えることができるのでですね、こう本当に自分が理想とするですね指向性っていうのを、その場でピンポイントで切り替えられるっていうところがこのマイクのめちゃくちゃすごいところだなと思いました。はい、簡単にちょっとご紹介すると、超 A 指向性、もう本当に目の前だけですね被写体の声をピンポイントで拾うモードであったりとか、単一指向性ですね、ちょっと周辺のですねこう周囲の環境もですね一緒にこう収録したいなとか、そういったモードに切り替えられるようになってますし、カメラマン側のですね声と相手の声だけ拾う、こう前と後ろだけ拾うですね指向性なんかもあったりします。でですね、4チャンネルで収録してくれるので、音割れが最悪あった場合とかもですねちょっと低いこうデシベルで別途収録してくれてるので、そこの心配不安要素っていうのもこのマイクで削ぎ落としてくれますし、本当にこう編集時にですねだいぶこのマイクのおかげで楽になったなといった印象です。でですね、やっぱこの小ささっていうところがあるのと、ケーブルをつながなくていいので、本当 Vlog 撮影とか、そういった時にもですねすごく役立つマイクだなと思いました。これぐらいの大きさのマイクであればですねカメラに装着したままでもですねあんまり邪魔にならないと思いますし、持ち運びもすごく楽だと思うので、そういったなんかこう Vlog スタイルであったりとか、こういった機動性みたいなのを求められているですね方にはですねぜひおすすめしたいマイクになります。はい、こちらがですね今年買ってよかったアイテム、ソニーさんのですね ECM-M1 になります。はい、ではこちらが最後の商品になります。続きましてこちらになります。こちらがですねジーユンさんのですねモールツ X100 になります。こちらもですね本当にめちゃくちゃいいアイテムでございまして、何がいいってですね、この小ささですね、この小ささですね 100W の出力ができるっていうところになります。もう本当になんかこう手持ちカメラサイズのですね大きさになっているんですけれども、かなり強いですね高出力なですね光を放ってくれる、そんな1台になります。でですね、これ付属でですね購入していただけたらですねこういったですねこうアタッチメントがございまして、こちら使えばですねこうケーブルレスでですね照明が使えるっていう形になります。こんな感じで、これ 1% なんですよ。これ 1% なんですけれども、これぐらいこう強い光をですね放ってくれます。でホワイトバランスの方もこんな感じで変えることできるので、本当柔軟なこう撮影っていうのがもうこのコンパクトな照明機材一つでですねできちゃうっていうような、そんなアイテムになります。本当になんかこうビデオグラファースタイルでされている方ってやっぱりこう一人でこう機材を持ち運んだりとか、そういったことをする方多いと思うんですけれども、そういった時にですねこのコンパクトさですねがあればですねだいぶですねこうなんですかねこう移動のハードル、照明機材の移動のハードルっていうところも一つ超えられるかなと思いますので、そういった意味では本当にこうなんですかね移動が多いというか、外でこう照明機材使いたいなと思っている方にですねおすすめの、商品なのかなと思いました。はい、こちらがジーユンさんのモールス X100 になります。はい、以上が今年僕が導入してよかったなと思ったアイテムの8選になります。いかがだったでしょうか。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。今回ですねご紹介した8つの機材に関してはですね、どれもこう実際の現場で活躍してですね僕のこう撮影スタイルを、ある種一つ効率とかそこら辺も含めて大きく変えてくれたアイテムたちだったなと思います。これからですねこう機材選びをする方であったりとか、こう新しくですねこう表現の幅広げたいとか、こうチャレンジしていきたいなと考えている方にですね少しでもご参考になればですね嬉しいです。もちろんですねこう映像制作における正解って一つじゃないと思います。自分に合ったですね機材とかですねスタイルを見つけていくことっていうのが一つある種こうクリエイターとしての楽しさなんじゃないかなと思っていますし、それが結果的にこう成長につながる部分なのかなと思います。この動画をきっかけにですねこう皆さんの映像制作がですねさらにこう充実したものになればですね僕としてはめちゃくちゃ嬉しいです。
もしですね気になる機材であったりとかですね、もっと詳しく知りたいなと思うことがあればですね、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。本当にこのチャンネルではですね、来年以降もですね、機材レビューであったりとか撮影のちょっとした小技であったりとか、映像制作のヒントになるようなことですね、そういったことをですね、クリエイターの皆さんに役立つ情報っていうのを発信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。今年も1年間ありがとうございました。